今日は心の仕組みについて詳しく見ていこうと思います。人生をもっともっと楽しんでいきましょう。こんにちは。今回の内容は以前アップした禁欲的な修行は必要かの続きです。そちらをご覧いただいてからですとより楽しめると思います。はい、改めましてこんにちは。マハリシ総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也です。今回のお話はこの超越瞑想の本の151ページあたりです。以前の動画禁欲的な修行は必要かについてもう一度ざっと説明をします。心を制御しようという目的で修行をする場合があります。心を集中させようとしたり、自分の欲望のままに行動しないようにしようとするのは、それで幸せになれるという希望からだと思いますが、本来人間の心はふらふらとさまよう性質ではありません。心を落ち着かせようとするのであれば、自分の心の中にある至福意識、そう言うと難しいので、自分の心の中に幸せな満たされた感じがあればそれでいいわけです。心の中に幸せな感じがあれば心は満たされます。自分以外のもの、自分の外側、周りのものですね、そういうものを求めなくなります。それは心が安定している状態でもあります。そういう心が安定した状態に憧れて自分もそうなりたいなっていうところから禁欲的な修行をしてしまう人もいると思います。さて、この自分の内側の幸せな感じについてですが、それは至福意識と呼んでいます。前回の動画ではここまでを説明しました。ここで少し疑問が生じるのではないかと思います。それはですね、自分の心の内側に幸せな感じがあって、自分の外側に幸せを求めないとすると生活できるのかということですね。自分の心が幸せでいっぱいであれば、目の前に出された美味しそうな料理を見ても気にならなくなったり、誰かと話をする楽しさも興味がなくなるなど、周囲との関わりがなくなってしまうのではないでしょうか。本人は心が満たされていていい状態なのかもしれませんが、空腹になったらどうするのか、そして人類は子孫も残さずに滅んでしまうような気もします。このように周囲に注意が向かなくて外を歩けないんじゃないかとか、普通の社会的な生活が送れないのではないか、スポーツとかテレビなど世の中のいろいろなものを楽しめなくなるのではないかという疑問についてお話をします。まずどれでもいいのですが、例えばこういうものを例にしてみましょう。私がいてこれがあります。これが私にとって非常に興味深く美しく心が引きつけられるものだとしましょう。これは目を通して心と結びつけられています。あるいは香り、これは香りないですけども、感触などもあるかもしれません。この場合は聴覚とか味覚っていうのは、関わっていないんですけれども、こういう五感を通してそのものを体験します。そして心にこの印象が残ります。心に印象が残るっていうのは、例えばこれを気に入っている時にはこれだけで頭の中がいっぱいになってしまうような状態です。自分が興味を持っているものに気を取られる状態、それを集中しているとも言います。そのような状況です。さて、ここで少し話を変えます。今はこういうものに心が奪われているような状態のままで話を続けます。
以前から話をしている存在についてもう一度確認してみましょう。存在っていうのは私が存在している、これが存在しているというような意味ではなく、私たちマハリシグループで言っているのは、そこにもある、あそこにもある、どこにでもある、どこにでも存在している究極のもの、すべてのものに含まれている基盤というようなものです。本来私たちの心の内側にもあるものです。超越瞑想の超越っていうのは、瞑想することで心を超越する、意識を超越する、そして存在を体験するという意味です。本来自分自身の内側にある存在ですが、なかなかそれを体験することができません。超越瞑想を実践することで、この存在が心の中に定着していきます。そしてこの存在っていうのは至福意識とも呼ばれています。ここを開発することで、自分の心の中に至福意識が定着します。それによって心はいつも満たされた状態になります。さて、ここで話を戻します。先ほどはこれに心を奪われている状態でした。覚えてますか？そして今はこれよりも魅力的な至福意識が心の中にある状態へと話が進んでいます。自分の心の中が幸福でいっぱいであれば、これがなくても幸せですよね。心の中に存在が確立されると、このように周囲のものよりも自分の心の内側の方が魅力的で心地の良いものになります。この状態は、先ほどまですごく魅力的に見えていた、これにとらわれなくなった状態です。しかし、これを体験していない状態ではありません。存在が完全に維持されている状態では、体験の過程ですね、とても強力になります。対象の体験、これを見たりすることですね。以前よりも深く完全になると言われています。自分の内側の至福とこの美しさを同時に経験している状態です。しかしこの対象がこのペンですね、心に深い印象を与えることはなくなります。これは例えばとても甘い蜂蜜を味わった後は、それほど甘くないものを口にしてもそれほど印象が残らないというような感じです。心の中に深い印象として残らなくなります。しかし体験はしています。体験はあるんですが、こういう美しいなと思ったその印象は心に残りません。これは水の上に線を描いた時の様子に例えられます。水の上に線を描いたとします。そうすると描くと同時に消えていきます。存在が心の中に確立されていない場合には、対象によって与えられる印象は石に刻まれた線のようになかなか消えません。心が存在の価値を持たないのであれば、常に体験に拘束されています。この動画の冒頭で出した疑問を覚えていらっしゃるでしょうか？心が自分の内側の至福意識に確立したときに、食事を楽しめるのか、社会生活を送れるのかという疑問です。これに対しては、自分の内側で満たされた状態のまま同時に楽しめます。ただ印象としては深く残りません。心に深く刻み込まれることはないんです。しかし体験は楽しめます。つまり自分の内側の至福意識で満たされている人でも食事の体験を楽しむことができるんですね。ただ印象としては心に刻まれることはなく消えていきます。どれも楽しむことはできます。
これは心がさまよっている状態ではありません。心の内側にしっかりと幸せを感じながら、そこで安定している状態です。心は安定しながらも、こういう、外のものについても楽しむことができます。安定しているっていうのは、どっしりと落ち着いている状態です。幸せなものが心の内側にあれば、それを外に求めなくなります。その状態で生活するのであれば、いろいろな対象物を認識して体験もしていても、その印象は残らないということです。美味しいものを食べた時には、美味しいなこれと言って体験を楽しむことができます。しかしいつまでもあれ美味しかったな、また食べたいなとそれについて思い続けることはないという状態です。いろいろなものを楽しむことができますが、心の内側には常にもっと楽しさがあるということです。これは超越瞑想を実践していくことで自然に到達できます。もちろん個人差はあります。もともとストレスがたくさんある人はゆっくりと進むかもしれません。ただ、どんな方でも例外なく超越瞑想の恩恵を受けることはできます。はい、今日のお話はここまでです。もし超越瞑想をまだ習っていない方で、面白そうだな、興味が出てきたなっていう方がいらっしゃいましたら、全国各地にある瞑想センターで行われている瞑想の説明会にぜひご参加いただければと思います。私は群馬県館林市の近くの千代田町というところで瞑想を教えています。はい、今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。